まりました乃木坂工事中司会のバナナマンです。お願いします。そして乃木坂ちゃんです。B ということですけど、あれ新制服。そうなんです。真っ白。ね、またちょっとネクタイが違うのか。あ、違う。3パターン。3パターン。本当だ、白。なんか真っ白って緊張するよね。俺マジ垂らしたら最悪だよ。食べこぼしやばいね。さあ、日村さん、本日の企画発表お願いします。B 級肩書き発表会。 B の指が太い。ガビーンね、それなりにね、いろんな誰にでも一つくらいはあるはずの過去の肩書きや受賞歴の中から今回はこれまであえて言うほどではなかった B 級なものだけをピックアップ。メンバーの知られざる過去を深掘りしていきます。はい、早速いきましょう。最初の、B 級肩書きの方、こちらです。誰だ？ジュニアイングリッシュ。コンテスト2位。ジュニアイングリッシュって何？ちっちゃい。ジュニアとか何ジュニアイングリッシュ？これは頭いい系ですよね。しかも2位っていうのがいいよね。1位じゃないっていうね。1位じゃないっていうのがね。はい。誰ですか？はい。手挙げて。はい。嘘つけ。嘘だ。嘘だろ。本当なんですこれ。英語だよね。はい、ジュニアイングリッシュコンテスト。本当？本当？中の大会で2位になったの？はい、2回ぐらい大会に出たんですけど、そのうち2位と3位取りました。これちょっとごめん、どういう大会ですか？中学生の部があって、中学校で取ったの？はい、で学校から代表で出て、はい、でみんなの前でスピーチして審査員、はい、2位3位に取りました。嘘じゃない。ちょっと待って、英語得意なの？あ、発音めっちゃいいんですよ。言ってみて、ジュニアイングリッシュってやつ。ジュニアイングリッシュ。なんかわかる。それはなんかわかる。どういうこと？自分で文章を作るわけ？いや、まあ教材があってその中から選ぶっていうのもありますし、先生がなんか書いてくれて、それを私が耳でインプットして口から出すっていう。でもさ、イングリッシュ大会だから結構長めのやつでしょ？あ、そうです。 CD カセットで全部先生の録音して耳で覚えて全部暗記して何回も、私はそれを感情輸入して口から出すっていう。感情移入？感情輸入？何分ぐらいのなの？2、3分？3分のスピーチ、何について喋ってるの？内容覚えてる？この大会はうなぎの匂いでご飯食べれるぞっていう。それは英語で言ってんの？はい。ちょっとなんか触りだけ。ここで弓木が当時コンテストで発表したスピーチの一部を披露。ちょっとじゃあかじりかじりいかせて。かじりかじり。なんだそれ。Hello, my name is Nao, and today I inform you the smell of grilled eel. Once upon a time, there's a stingy man in a town. What the stingy man? Right, I'll make him pay for the smell eel. これです。言ったの？なんかでもぽいぽい。なんかスメルなんとかって言ったわ。ね、やっぱそういう風にやったのちょっと強調したりとか。そうです。もっととか言ったり。これってさ、一応聞くけどさ、その大会って2人しか出てないとかね。いや本当そう。もう結構大柄な人から小柄な人まで。別にでかさ聞いてるよ。何、その方がうなぎの匂いで飯が食える。人数聞いてんのよ。結構たくさん出てるわけ？はい、そうです。マジで？はい。意外。相当すごくね。耳が多分良くて、ピアノも習ってたんですけど、楽譜一切読めないんですけど、発表会で全部弾いたりしてました。マジ？すごい。ちょっと待って。嘘でしょ？頭脳王の英語0点です。嘘でしょ？なんだよこれ。英検持ってるんですけど、それも面接で。でも筆記あるだろ。面接と筆記はマークシートなんですよ。なるほど。勘が当たったってこと？マークシート。結構3とか結構真ん中の。そんな絶対ない。そんな3回ときは大体当たるなんてない。でも0点だったんだ、ここだと。びっくりですよね。いやいや、こっちだよ。俺らなんだ。何びっくりですよねって。意外。すごい、でも面白い。どんどんいきますよ。続いてはこちら。
あ、いいな。靴飛ばしじゃないんだ。長靴飛ばし大会1位。可愛いじゃんこの大会。誰？こちら。はい。ああ、この人。出た。あの子だ。やっぱ B さん飛ばし1位じゃん。靴飛ばしうまいんだ。そうだから前回もすっごい自信あったんですよ。やってんじゃん。前回は言わなかったんだ、私実は長靴飛ばし。あえてね。これいつぐらいの時の話なの？これ写真あるんですけど、写真？多分かわいい。何これ超ちっちゃいじゃん。幼稚園ぐらいの時の遊びに行った公園で開かれてた偶然。いいね。それで1位になったの。 1位になりました。遠くに飛ばす大会。はい。この番組に生きてるじゃん。生きたね。靴飛ばしとかやる番組ないもんね。本当だ。生きた。 1位取ってたもん。すげえ。そうここでしか行けないやつ。本当だ。これ今後靴飛ばし筒井ちょっと強い。すごくない？あの B さんのルーツがここで分かるってすごいよこれ。そう子供の時って俺らはよくさブランコ乗りながら飛ばしたりさ、めちゃくちゃやった。あと普通に走ってっても誰が飛ばすかとかやったけど、やったみんな。やってんの？そういうのやってた？筒井も。いや私も人生で1回きりの。いきなり出て優勝なんだもん。天才じゃん。ただの天才なんだ。今度ライブとかでもな、靴飛ばしの時間があれば。ああ確かにサインボール的なことで。ね。いいかもしれない。結構飛ぶよね。面白い。面白いね。ねもう尺埋まったかな。え。いやまだ。いやまだ。いやちょっと待って。これ一周でいいっつうから。一周だとしてもうちょいだろうね。いろいろなんか笑い声とか足せばいける。いや笑いすぎでしょ。そんな足しちゃダメです。10分ぐらい笑って。そんなに笑わねえと。さあ続いて辞書。こんな大会あんの？これってさ大会あんの？いや本当。誰ですかこれ？これはどういう規模のあれ？クラスの中で班でトーナメントして、やっぱりさらにクラスになって最終的に学年問わずみんなでクラス代表が戦うみたいな。これどうやんの？ルールは？まず単語が紙に20個ぐらい書いてあって、用意どんでその書かれてる単語を探して、ページと何行目と最初の1行だけの意味を全部書くっていう速さを競う。ハードだ。それで優勝したの？優勝はしたことないです。代表か。うわ B 級。代表って何？いやだからクラス代表とかでしょ。そういうことか。めちゃめちゃこれ C か D だ。そうだよ。だって今までのがすごいんだもん。でも面白いこれ。でもこれ私アルノと同じ小学校で。ここ同じ小学校なの？そうなんです。1個上なんですけど。1個上なの？この前ベコってされてたじゃん。同じ小学校なの？そうなんです。じゃあこの大会知ってんの？知ってます。地引きバトルみたいなのありますね。地引きバトルっ地引きバトルていう通称地引きバトル。いや初めて聞きました。伝統なのかなじゃあ。じゃあやったのそのクラス？私もやりました。それ全然代表とかなんの？もう私は全然。こいつか同じ小学校で1個上って奇跡だよ。乃木坂に2人同じ小学校いるの。確かに。意味わかんない。図書委員で一緒でした。いい会社。ちょっと待って、お互い認識してんのその時？私が多分一方的に知ってました。1個下の小学校の1個下なんかあんま知らないじゃん。めっちゃ松尾さん可愛くて当時。有名だったんだ。当時から本当に可愛くて有名で。なるほど。やばいよ。可愛い。これいくつぐらい？これ地引き大会ぐらいの後なの？小学校何年生ぐらい？これ2、3年生ぐらいで。可愛いね。超可愛いんだけど。じゃあ有名だったんだ。有名でした。有名だわ。中西のことは分かんなかった？でも名前が強すぎて。あるのが？その文字だけは覚えてます。知ってんだ。信じらんない。やったな、文字だけ覚えてるってよ。だって知らないもん小学校の時。1個上なんて。それで乃木坂で出会ってってなった？いやもう入った時点ですごい話題になってたんですよ。学校の子たちが。出身校の中でも。それでまた次に私が入るとまさか思わなくて、本当にもう運命だと思ってます。すごい。それで関係性になってると面白いな。超難個下みたいな。でもそっか先輩だもん。
こがそうか先輩になった。なんか新たな発見ありましたね。いいコーナーだねこれ。続いてはこちら。はい。モンスターバトルロード。ゲーム系かな。ゲームだね。県大会優勝4回。準優勝4回。誰これ。はい。うわー来た一ノ瀬だよおい。まずさモンスターそれはなんだ。モンスターバトルドラロード。ゴンクエストっていうドラゴンクエストは知ってる。ゲームセンターとかに置いてある1回100円入れてカードが出てくるゲーム機の大会がありまして、1回やるとカードがもらえてそのカード使っていろいろやる系の他にもいろいろあるよね。着せ替えの女の子なんてそっちじゃないじゃん。あれなんだっけ、うちの子もすげえやっラブ&ベリー。ラブ&ベリーのもうカードをさもう本にして何冊もまたさやってんだ。やってた。やってました。じゃあ女の子がやるから。ラブ&ベリーは着せ替えとかファッションのそれでダンスとかやってね。それで得点がすごいじゃん。いやだから多分世代同じだからうちの子とかも。そうか。めちゃめちゃ流行ったよね。交換とかしてました。カードね。なんかすげえキラキラのカードとかさ。ありますよね。でも女の子そっちじゃない。私はそっちが好きだったんですけど、兄兄がいて、兄が全部カードデッキを組んで戦い方を頭に詰め込まされて、もうその通りにやって九州いろんな大会に出させられてて。こうミグって書いてある。じゃあさお兄ちゃんも出てたんじゃないの。兄の方が全然優勝はしてるんですけど、県大会とかがあるってことなの。私は福岡に住んでたので九州のいろんなところ遠征して出てました。ガチだ。それだからじゃあさあのバトルで戦っとこうって思ってる子もいるかも。でも当時小学生なんでこの大会に出たらお小遣いがもらえたのでそのために出てました。すごい話だな。まああんまりこのみんながみんな知らないかもしれないけど B 級なのかな。県大会でね4回も。これ全国大会とかは行かないの。その要は優勝してると。私の力じゃなくて本当に言われた通り1回目はこのカードでこの攻撃して相手がこうしたらこうしてもう本当に覚えさせられてすげえな。周りはあの子強えな。そうだね。すごいな。さあ続いてまただよ。ドラゴンボールヒーロー愛知県大会準決勝出場優勝してないわ。これも多分ゲームでしょ。これ誰。これもゲーム。ゲームですね。それこそくーちゃんと同じ100円入れてこう1枚カードが出てきてっていう。それでまたカードでやるやつ。そうです。どうやんのそのドラゴンボールでどうやんの。なんか本当にアニメのキャラクターがバーって出てくるんですけど、組み合わせでこの子とこの子が組み合わせるとダメージが 1.6 倍になるとか、そういうのをまた100円入れてこう画面上で動いてて、で置くわけ。そこそうです。こうスライドさせていくんですけど、じゃあ次はこの子休ませてここ出るみたいな。それを親にもうすっごい叩き込まれるんですよ。なんなのその親に叩き込まれる系。みんなそういうのだ。可愛いんだけど。これ実際やってるところ。これで自分のカードをあって置いてやるわけ。でも可愛いんだけど。これ大会中なの。これは愛知県大会ですね。すげえじゃん。愛知県大会なんだ。これ県大会。何人ぐらい出てるのこの大会。ちなみに愛知県大会は500人ぐらいが集まってまず出るのに抽選で朝から並んで抽選なんですよ。で親も全員参加してるんですけど私だけ当たっちゃって。じゃあ出れるかどうかがまず。すごい倍率なんですよ。なるほど。一ノ瀬も今そうって言ったけどそういう感じなんだ。多いと抽選になっても抽選外れると出ることもできないんです。なるほど。じゃあ運も必要だ。そうです。これで出てやっぱエリア戦っていう愛知県大会だと地元の大会と違って見たことない動きをしてくるんですよ。どうしようってなって親の方こうやって見て。面白いんだけど。そういうことか。じゃあこれは結構すごいんだ。準決すごいよ。ベスト4でしょ。熱量がすごくて親のなんか昔とかみんなプリキュアとかで育つと思うんですよ。私はもう小さい頃からドラゴンボールの英才教育で育ってきて。それは本筋も読んどいたりとかしないと。そうです。それも関係性あるんだ。はい、ありますあります。ここのフリーザがいるとこの義乳特産機体が強くなるとかそういうのがある。なるほど。
なんだ。います。同じギニューと日村さんみたいなやつがいるんだけど、俺がいいの。そうそう。俺が何なの？ギニュー特選隊のメンバーで。ギニュー特選隊。じゃあそういう感じでやってたんだ。面白いね。で2011年から始まってるんですけど、そのドラゴンボールヒーロー今まで続いてるんです。こう十何年続いてて、私の家が日本一カードがあるんです。初段からのアルティメットシークレットがとか全部揃ってて、やば。今の段で。これやばいんだ。もうほら、もう傷つかないように。これ高いだろう。もうすっごい高いし、初段から今までの段全部揃ってるので、売ったらいくらになるかわかんない。マジで？なんで？家族みんな好きなんだこれ。いやもう父の影響なんですけど、気づいたら好きになってて、なんかやっぱ周りの同級生とかも男の子やるじゃないですか。なんかすごい神みたいな存在になって。いやそりゃそうだ。これはそうですよ。あいつすげえぞみたいな。乃木坂カードなかったっけ？あります。あれって戦えないの？戦えんだ。ほら。ごめん、どういうことどういうこと？じゃあ何？遠藤とかのカードで誰かを倒すとか？そうです。マジ？ああ、そういうことか。そんなゲームなの？そうです。自分のカードで負けたら気分悪いじゃん。確かに。もう本当わかんないんだけど、さっきのそのドラゴンボールと戦ったわけじゃないんでしょ？ドラゴンボール。それもわかんない。この後スタジオ騒然の衝撃写真が。じゃあ続いていきましょう。続いてはこちら。メルちゃんの写真。メルちゃん写真コンテストグランプリ。どういうこと？メルちゃん何？2回って何だ？グランプリってことは1位ってこと？これ誰？はい。小川。なんだ？これなんだ？なんかこうメルちゃんと遊んでる写真を。メルちゃんって何？お人形？メルちゃん。ポポちゃん的な。ポポちゃんは知りませんか？ポコちゃん？ポポちゃん。メルちゃん。人形みたいな。メルちゃんって何？知ってんのみんな。メルちゃんって何それ？知らない。小川恐ろしいな。メルちゃんじゃん。小川可愛い。いや、ふざけんなよ。可愛すぎるだろ。メルちゃんより可愛いじゃねえかだって。ちょっと待って。持ってんのがメルちゃん。持ってるのがメルちゃん。真ん中小川。はい。いや、小川可愛いな。あんまりメルちゃん超えないよ、可愛さで。超えちゃってるよ。これアイメイクとかしてんの？してないですよ。メルちゃんって何？そんなみんな知ってんの？みんな知ってます。そんなに流行ってんの？メルちゃん。知らねえんだろ。なんで？子とかだとよくお誕生日プレゼントとかメルちゃんメルちゃんの人メル形とか。ちゃんってそんなにメジャーなの？今でもトイザらス行ったらもういっぱいメルちゃんいますし。あれ？なんかグランプリを取るとこう非売品のドレスがもらえる。これはメルちゃんと一緒に写ってる遊んでる写真を送ってってこと？それってもうじゃあ全国大会ってこと？いやでも多分そんなに応募人数はいないと思うんですけど。そうかな。だってこんだけみんな知ってんだろメルちゃん。もうこれ2回出しました。2回ともグランプリだ。やっぱここにいる子たちはやっぱすげえ。そういうことなのよ。メルちゃんコンテストグランプリ2回取ってなんか来なかったの？全然もう本当に私って田舎出身ですし、もう真っ黒に焼けたりそういうやんちゃっ子だったんですよ結構。いや可愛さほっとかないでしょ。やばいよ。やばいねメルちゃん。でもみんな持ってたもん。確かに。本当に持ってんの？持ってます。メルちゃん持ってない子？メルちゃん持ってない。まあでもいや結構持ってるわ。結構持ってる。ポポちゃん派でした。ね、ポポちゃん。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 ポポ。ポポちゃん。ちょっと早いんだよみんな。もっとゆっくりいない。ポッポ。ポッポ。ポッポ。つないです。ポポ。ポポ。ポッポね。ポとポだ。ポポ。ポポちゃんもこういう女の子の人形なの？そうです。ポポちゃん派とメルちゃん派がいて。ボンボン派かコロコロ派かみたいな。そうな感じだと思います。すげえな。これ A 級じゃないの？これ A 級だよ。すげえ。2の2はすげえよ。2回目はプリンターをもらいました。プリンター？なんかちょうど調子悪くて応募しました。これメルちゃん
編集部でも話題だっただろうね。この子前もグランプリだと思うだと思う。これはかわいそうだマジでやばい。メルちゃんみたいだもんね。メルちゃんみたいマジメルちゃんみたいマジメルちゃんよ。恐ろしい子だねすげえよ続いてこちら区長もうこれ永久じゃん区のナンバーワンじゃん、だよね何でだろうなんだろうね。これ誰でしょう小池だはいもらってそ何区長賞って小さい頃の絵画コンクールで区ああ絵長賞か取りましやっぱちっちゃい頃からそういうの撮ってたんだあこれいくつの時た5歳ぐらいあう。やばい5ね。歳でこれはでも5すごい歳ぐらいねでああかわいいねただこれのテーマが私たちの街っていうテーマ私たちの街。だったんですやべえ街だなあんなのよこの絵はサバンナを描いたつもりで本当はこの絵をこのコンクールに出すつもりはなかったんですけど、当日の朝にコンクールの存在を知ったお母さんがこれでも出しときなさいって出したのを区長賞を取ってしまった学校とかで優秀な人が行くわけじゃなくて区で開かれた絵画コンクールみたいなやつなの多分幼稚園に通っていて幼稚園から多分提出したのでじゃあそうでしょやっぱこういうのってでもさやっぱ見る目あるよねその後にさちゃんと芸大行ってんだからだからちゃんとした人が見てこの子はこの年にしたらやばいっていう。あるんだろうね。まあなんかでも5歳ぐらいの絵には見えないよ完全ルーツだねなんか言ってるのね。これ何描いてるサバンナを描いたつもりで多分シマウマとトラの融合体みたいな天才だな。5歳で融合体書いちゃこれもでも A な感じもするけどう。ね。ずっと石像ってこの後中西が実は続いていきますか石像になってんのこれすごくない？石像になってたらやばいおすごい。加山雄三さんとかと一緒だ銅像になってるからね。ね加山さんは。これ誰はいは私体操クラブ入ったんですよ嘘だろ本当なんですよ嘘だ全然動き悪いじゃんなんか小学校にアフタースクールって言って学校でできる習い事みたいなのがあったんですよ。ああ部活じゃないけどあ、そうなんです。それに私すごいいっぱい入ってて、その中の一つに体操クラブに入ってたんですよ。でなんかマット運動とか跳び箱とか鉄棒とかやったりするんですけど、私何もできなくて、なんかすごいずっと石像って呼ばれてたので、なるほどそっちかあ、そうだな肩書きとか B 級だから別になんか俺すごいからそうそっちな石像になったのかこれもありなの。これ肩書きって言うわけこういうの。あまあいわゆる壁の花的なそうですね。残酷だな子供ってだいぶ残酷あいつ何もやらないでずっと動かねえから石像だっつってマジでいろいろやってたの他は何やってたいろいろやってますね。あと水泳もやってましたし、そう。あとは英会話とか、英会話あとは茶道もやってたし、あとは絵画教室も行ってましたし、あと理科実験みたいなことをやったりしてました。いろいろやってんだいろいろやらせてもらったんだやってね。ました。なんでそんな体操できないのに入ったのなんかお友達が入って一緒にやろうよっていうので入ったんですよ。でやめたのやめました。絶対やめるよね。なんだよ石像ってよってそれはそうだよね何が得意なのその中だったらでも英会話とかは成績良かった。まあまあ頭いいもんなあと茶道はその後ずっと続けて10年ぐらいやってて、なんか茶道の名前もあります。そっちの方がすげえじゃん。何それなんかちょっと忘れちゃったんですけど、忘れたんかいその茶道のお手前がある一定のレベルまで達すると、茶道名ってなんていうの茶道のお名前みたいなのがあって師匠からもらえるってことです。あ、そうですね。なんとか流のなんちゃらみたいなあ、そうです。アルキューみたいないやもっと洗脳アルキューみたいなんかもっと長いやつ。そんなすげえのもらえるの。なそんなすげえのはもらえないかすごいよねなんで石像の方出したんだよ。今日こんな感じです面白かった。またでもこれありそうみんなの見てさ出してない人も思い出してさだってまず石像クラスでいいってこ
また第2回やりましょうね。全部面白い。いや面白いね。全部外れがない。岩本蓮香ファースト写真集11月19日に発売決定。岡本ひなです。最近は、スイッチのフォールガイズにハマっております。もうお仕事とかもあるのであんま夜更かししたくないんですけど、負けず嫌いなので、負けた、あと1回あと1回ってなったらもう気づいたら2時間とか3時間経ってます。はい、挑戦者求むです。噛みましたチャンネル登録高評価お願いします。じゃあまたね。